前回イギリス最大の国立公園ケアンゴームズで登山に挑んだものの天気がいまいち。山頂からの景色が全く見えずじまいでした。そこで今回は同じ国立公園にリベンジ。といってもエリアは全く別です。広大なケアンゴームズ国立公園の中でも特に美しい場所と言われる湖と山、これらを楽しめるルートを歩くことにしました。天気予報は晴れ。今度こそ山頂からスコットランドの風景が望める予感です。この日のルートは山に囲まれた細長い湖に沿って歩くことから始まります。湖の名前は英語ではなくスコットランドの言葉ゲール語。発音は大体ですがロッミックだそうです。無理やりカタカナにするとロッホミックでしょうか。意味は豚の湖。なんで豚なのって思ってしまいますが、理由は諸説あるそうです。数世紀前までイノシシが住んでいて、イノシシ狩りが盛んだったからとか、周辺の山の形が豚っぽかったからとか、豚にまつわる伝説があったからとか、私たちが歩き始めた朝6時頃はとても静かでした。秘境感がたまりません。湖の周りにはスコットランドらしい荒涼とした山並みに広々とした低木地帯が広がり、絵本の世界のような風景です。前回の動画でご紹介した昔の氷河によって削られてできた地形です。この湖、実はイギリス王室の私有地バルモラルエステートの中にあるんです。湖畔にはグラスアルトシールという建物があります。ビクトリア女王が1868年に建てさせた山荘で、夫アルバート公を亡くした後、静かに過ごすための場所だったと言われています。そのため未亡人の家と呼ばれることもあります。王室の華やかなイメージとは少し違って、ここにあるのはとても静かで、少し寂しさも感じるような風景です。湖に沿った道から右へ折れると、この日登る山へ続く道です。名前の発音は、ラフ・ナガーって感じでしょうか。カタカナにするとロッホナ川ですかね。意味は方向の湖だとか。もともとは山の崖下に広がっている湖の名前だったのが、いつからか山全体を指すようになったんだそうです。
じゃあ方向はどこから来たんでしょう。これまた諸説あるらしく、流れ落ちる滝の音から来ているとか、谷間に響く風の音だとか、あとは精霊や巨人にまつわる伝説由来だとか、登山ルートには雄大な眺めが広がるなだらかな道もあります。この日はめったにないくらいのいい天気でとても穏やかですが、天気が悪くなると一気に雰囲気が変わるそう。前回みたいに霧が出ると方向感覚を失いやすく風も強くなるので、ロッホナ川は美しい反面しっかり準備が必要な山です。イギリスの詩人バイロン卿はこの山を題材にダーク・ロッホナ川という詩を書いています。都会や文明社会を離れ、荒々しく美しい故郷ロッホナ川への憧れを歌った詩だそうです。彼は幼少期をスコットランド北東部で過ごしていて、この山に強い思い入れがあったと言われています。また、チャールズ国王も若い頃にこの山を題材にした児童書、The Old Man of ロッホナ川を書いています。ロッホナ川はただの登山スポットではなく、王室や文学とのつながりが深い山でもあるんですね。
ここからは氷河が作ったユニークな地形を楽しみながら来た時とは別ルートで下山です。ロッホナ川の標高は1156メートル。スコットランドでトップクラスのベン・ネビスやベン・マクドゥイほどの高さはありません。でもロッホナ川の魅力は高さよりもそのドラマチックな地形にあります。特に有名なのが山の北側に広がる巨大なカール。カールというのは氷河によって削られたお椀のような崖の地形です。遠くから見ると山が突然えぐられたように見えてかなりの迫力です。ロッホミックとロッホナ川を巡るルートは、今までに行ったスコットランドのハイキングスポットで一番と言っていいほど景色が綺麗でした。湖、森、滝、低木の平原、岩山、氷河に削られたカールと変化が楽しく歩いていて飽きることがありません。今回は短い夏に偶然恵まれた晴天という好条件でしたが、基本的にスコットランドはすっきりしない天気が多い寒い国。ここに限らず登山の際は天気予報をこまめにチェックして装備を整えましょう。ハイキングルートへのアクセスには車が必須。駐車場にはトイレもあります。スコットランドの壮大な景色を見にぜひ足を伸ばしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。